はじめにスティーブ・アームストロング役小林千秋さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。もう夜だぜ。僕の中ではまだちょっとこんにちはというか気分なんですけれども、改めまして、映画ボルテス5レガシー日本語版の、スティーブ・アームストロングの声を担当させていただきました小林千秋です。皆さんボルテス5レガシーいかがでしたでしょうか。噛んでた。ちょっとね、嬉しいでもたくさんの話はちょっとね、それぐらい僕もボルテージ上がってるということで、皆さんもね、ちょっと思いに応えられるようにトークも楽しんでいけたらなと思います。今日はよろしくお願いします。金城大和さんお願いします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。僕のね、ミスをね、踏えて次に辛いですよ。本日はお時間を作っていただき、劇場に足を運んでくださいまして誠にありがとうございます。マーク・ゴードン役日本語吹き替え担当いたしました金城大和です。本日は短い時間ではございますけども、一緒にこのボルテス5レガシーを分かち合いたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、グッモーニング。グッモーニング。ボルテス5レガシーにおいて、ビッグバート・アームストロングの日本語吹き替えを担当させていただきました神楽狐と申します。本日はありがとうございます。自分はロボットゲームからきっかけでこの業界を志した人間なので、自分がボルテス5に関わっているのがいまだにわけがわからないんですけれども、とても楽しく映画も、収録臨ませていただいたので、本日も皆さんと共にいい時間を過ごせたらなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、リトルジョン・アームストロング役小市誠さんです。お願いします。はい、皆様、ニーハオ。ニーハオ。ありがとうございます。あるでしょうね。はい、リトルジョン・アームストロング役を担当させていただきました小市誠です。本当にたくさんの方に集まっていただけてとても嬉しいです。このね、ボルテス5のちょっと感動を少しの短い時間ではあるんですけれども、皆さんと一緒に共有できたら嬉しいなと思います。本日よろしくお願いします。中島めぐみさんお願いします。はい、皆様おはこんばんちは。こんばんちは。でも全部をまとめた感じはしない？します。はい、ありがとうございます。もう言わさない。圧を早速出してしまいましたが、自己紹介する前に、ジェイミー・ロビンソン役の日本語吹き替えを担当しました中島めぐみです。こうしてボルテス5レガシーのことをキャストのみんなで、語れるのは今日初めてですよね。こうやってそうですね。公の場でっていうのは初めてなので、とても楽しみにしてきました。皆様どうぞよろしくお願いします。諏訪部純一さんお願いします。本日はご来場ご鑑賞誠にありがとうございます。いまいちこの立ち位置がしっくりこなくてざわざわしてるんですけれども、プリンス・ザ・ロスとザ・ボジルの日本語吹き替えを担当しております諏訪部純一です。最後までよろしくお願いします。さあ皆さんに半世紀もの前の日本のねテレビアニメがフィリピンの大きすぎる愛でこのように実写化されたということが話題の本作ですけれども、吹き替えを担当されている皆さんはどんなところにその愛を感じたのかをぜひ伺いたいなと思いまして、小林さんどうでしょうか。いやーでも全部本当愛情だらけだったんですけど、やっぱりこの原作アニメからこの続く、ロボットシーンのやっぱこの合体シーンがめちゃくちゃクオリティすごいですし、この令和の技術だからこそっていうのもありますけど、でもやっぱりこの原作愛あふれる演出も相まってめちゃくちゃグッときましたね。もうなんかオープニング皆さんが出てくるところからね、はい、もうあれだみたいな感じしましたもんね。楽曲もじゃないですか、その合体の時のまさかね日本語版で流れるとは思わなかったので、すごく嬉しかったですし光栄な気持ちになりましたね。そうですよね。金城さんはどうですか。このもう皆さん見られたということですよね。やっぱこう天空圏で切った後の V のはいはい、あそこが原作通りでありリアルである、その描写の仕方がかっこいいなと思いましたね。そうで
そうですよね。ちょっとまた実写だとね、こうさらにリアルな感じもしますけれども、神楽さんはいかがでしょう。そうですね、自分も放映当時は全然生まれてもいないんですけれども、多分見られてた方々もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、多分直前に見られたエンディング、もう愛が溢れすぎて笑えるぐらいの、多分分かるけどやりすぎだろうぐらいの実写でそこやるみたいなところもあって、すごいそこもなんかここまで愛入るかと思って、自分も収録の時に映像を見て、そこでちょっと笑いましたね。やりすぎってぐらいそんなところを感じました。今日はもう本当さっきの拍手でも分かる通り、もう皆さんの愛情をね強めていらっしゃってるので、もう納得かと思いますけれども、小市さんはいかがでしょうか。私お母さんがこうみんなプロデューサー乗るなよってこうキャッてやった時にガーってみんな走るじゃないですか。ガーってみんなずーって椅子に乗る。小市さんずっと見てるのが本当に子役みたいに見える。ガーって行くときにお母さんが最後まで振り返らなくて、最後一人行ったときにこうやって振り返るところがアニメと全く同じになってるんですよ。そこに私はすごいこだわりだって思いました。振り向きのタイミングすら振り向きのタイミングすらもアニメだと思って。いいですね。上映後なんでね、そういう細かいところを皆さんも見たと思うんですけど、ありまくりでお願いいたします。中島さんはどうでしょう。そうですね、メカの部分もそうなんですけど、コスチュームとかあと世界観とかがアニメも踏襲しつつ、こう現代らしさというか、今だからできる精密さとかそういうのがあるのかなと思って、結構ビジュアルに圧倒された部分はありますね。あとはやっぱりお母さん役が堀江光子さんだっていうのがもうなんかグッときたポイントでありました。はい、一緒にアフレコできたので。俺たちの坊ちゃんだ。まあちょっと難しいですけどね、坊ちゃんいっぱいいるんで。そうですね、はい。澤部さんはいかがでしたか。愛情が込められているところって言われてもやっぱ一つところ挙げられないですね。本当全てにおいてフィリピンの制作に携わられた皆さんの思いみたいなものが感じられるそんな作品に仕上がっていると本当に思います。僕はプロレス5のアニメーションはおそらく5、6歳の幼稚園の頃に見ているので一応原体験としてあるんですけども、やっぱ当時思ってたのはやっぱり合体ロボットが地球侵略に来た敵を倒すみたいな、それぐらいの感覚でしか覚えてなかったんですが、改めてアニメをフィリピンで大ヒットしているっていう、話を聞いて、改めて大きくなってから見返してみたら、こんなに深いドラマがあったんだなと、改めて思い返して、そのドラマがこの作品にもレガシーの方にも、脈々とこの魂が受け継がれている感じで、感無量でしたね。はい。フィリピンだと話数もまたさらに長くなってプラス映画っていうその愛情の深さを感じていただけたと思いますが、小林さん、今回必殺技をはじめ叫ぶしの役ですけれども、これまでね演じられてきた他の作品のキャラクターとまたちょっと違うかなと思うんですが、原作アニメの主役白石幸奈さんの演技も参考にされたということなんですけれども、今回の演技のポイントは小林さんどんなところでしたか。そうですね、この2時間ないぐらいのこの尺の中でやっぱりこのスティーブっていう役がたくさん叫んで、戦っていくわけなんですけれども、その叫ぶ一つに関してもやっぱ全部同じだと一辺倒になっちゃうので、この叫びはお母さんの嘆きのためとか、この怒りは初めての戦場だからちょっと恐れもあってとか、やっぱ一つの叫びっていうのもこのとっても全部にニュアンス変えてというか、いろんな思いをこの込めながら臨ませていただきましたね。でもそれぐらいやっぱ叫びのシーンは他の作品と比べてもすごい熱量でたくさん多かったように感じます。それに強い感情がこもっている感じがしましたけれども、そして先ほどもお話お名前上がりましたけれども、小林さんと神楽さんと小市さん兄弟役で母親のマリアンの役、アニメの主題歌も歌われていました堀江光子さんということで、あれも全員一緒にやったと伺ってるんです。実はこの中に一人だけボルテス5ではない方が混ざっているんですけれどもそうなんですよ。ボルテスチームサイドとボアザン側と、アフレコがちょっと収録別だったので、
ボアさんの皆さんとは一緒に撮ったんですけど、今日初めて会ったぐらいそうですね。劇中でも出会ってないですから、そうなんです、まだ直接会ってないんで。誰に攻撃されてるのか分かってないですよ、いやなんですけど、僕ら3人プラス堀江さんの4人は横並びで、そうですね、こうね、たまたまでしたけど、一緒に並んでましたね。羨ましいよ、だからお会いしないもん、まだこれ。そうですよ。そうなんですよ。ちょっとでも仲良く、はい、ボイス S5 チームは一緒に撮らせていただきましたね。緊張しませんでしたか？いや緊張しましたよ、やっぱり。でもやっぱり堀江さんもこのアニメーションとはいえやっぱり吹き替えっていう作品なので、久しぶりでちょっと緊張するわみたいな感じで、結構僕らに対してこう、おっしゃってましたそうそう、アットホームな感じでこう喋りかけてくださってたので、僕らもこうリラックスして臨むことができました。河村さんはいかがでしたか？そうですね、僕のちょうどお隣に座られてたので、結構お話ししながら、収録中以外のところでも、なんか栄養ドリンク飲みながら喋りながらやらせていただいたので、僕も初めましてだったので、すごく緊張はありましたし、何回も聴いてる歌の人やと思いながらやっていたのですけれども、やっぱりすごく優しい方で、距離感も近くて、すごくなんかもう本当にお母さんのような形で収録をスタートすることができたので、もう最後のシーンとかもそうですけど、なんか全てなんか無理なく、なんか自然になんかその空間のままやれたかなとは感じました。小市さんはいかがでしたか？すごく楽しかった記憶があって、その家族みんなでわちゃわちゃするシーンとかがみんなバラバラのことをめちゃめちゃ喋ってるんで、一回一緒に撮ったんですけど、なんかもうわけわかんねえよみたいになって誰がどう喋ってんだよこれみたいな。そうなんですよ。っていうので、なんかまあその後ちょっとじゃあちょっとバラバラで撮りますかっていうふうにはなったんですけれども、なんかなんかその別々のことを言ってるけれども、なんかこう家族としてこうまとまってるというか、こう楽しい、この空間楽しいなっていうのがこうお芝居しててもすごく思ったので、それがなんかこう今回のその家族のねわちゃわちゃの楽しさから、その最後のやっぱお母さんがね亡くなってしまうっていうところにつながって、ちょっと涙が出るなって思ったので、なんかすごくうまくまとまってないですけれども、最後まで見た後にね、楽しいシーン見返すとね、泣けてきますよね。本当にあそこぜひご覧ください。2回目のこの感じが伝わってると嬉しいなと思います。今回スタートしたばっかりなんで、何度もね繰り返しご覧いただきたいと思いますけれども、金城さんは今回もというか地球を守る青の選手を再び演じられた。私11年前ちょっと青の選手というかブルーヒーローで1年間地球を守ってた経験がございまして、またこれが東映さんでございまして、それで台本をいただいて、このリハーサル V を見て、そしたらマークが最初普通の衣装というか、そしたら青のコスチュームと戦闘服に着替えた瞬間、知らなかったので本当に青って言っちゃいましたそれでもう同時にこの東映さんのひな采配というか遊び心に感謝しつつ、僕はもう今後一生青のヒーローとしてやっていく覚悟と、そしてもう二度とレッドになりたいなんて言いませんのでそこはよろしくお願いいたします。二度とって言ってたんですか？現場からは以上です。改めて青の選手としてお帰りなさい。一生ブルー宣言ということでよろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいです。さあ、そして中島さんにも伺いたいんですが、お母様がフィリピンの方ということで、今回役を演じられたこと大変喜んでいらっしゃるというふうに伺っているんですけれども、アフレコ前に何かアドバイスですとか、あとフィリピンではボルテス5こんな感じだよみたいなお話で聞きました。このボルテス5レガシーが決まるずっと前の、私が子供の頃からボルテス5の思い出をよく話してくれていて、特に歌はもうみんな歌えるとか、あと子供の頃一つのテレビに集まって70年代の話だと思うんですけど、もうみんな兄弟みんなでボルテス5を見ていて、それがこう日本との初めての出会いだったとか、あとはもうこれが決まってからはそんな未来あるってずっと言ってます自分が子供の頃に、自分が日本で生活して結婚して娘が生まれて声優になってボルテスチームの一員になるっていう未来があったんだなって会うたびに言われるっていう、すごくは
母もそうですし、母の兄弟、おばだったり、家族みんなで喜んでくれています。はい。ですよね。プロレスのレガシーはお母さんもご覧になる予定は？今日のお昼に見に行ったよ。最高でした。いい親孝行になりましたね。もう親孝行です。で、電話して舞台挨拶で使うからコメントくれるって言ったら感動的でした。それだけみたいな。でも改めてもう見た瞬間に自分が子供の頃に戻れたって言ってくれたのが本当親孝行だなと思って、はい、皆さんもありがとうございます。素敵な話。澤部さん、実写化の発表があった時に、プリンスハイネルやりたいと発言されていて、今回そのキャスティングにつながったというふうにおっしゃっているんですけど、裏側ですもんね。実はそう言わせたアニメ版のプリンスハイネル、そして演じられたプリンスザルドス、この魅力をぜひ聞かせていただきたいです。キャラクターの魅力というか、やはりこの作品のフィリピンで実写化されるという情報でいろいろと映像の一部など写真であるとかがネットなどで情報を見るにとんでもないものが出来上がっているぞ、素晴らしいものが出来上がっているぞと思って、これはぜひ吹き替え版、日本語吹き替え版を作るならばやりたいな。どれやれる、どの役をいろいろ見た中で今までの自分のこのキャリアですとかテイストですとか踏まえて、なるほど。アニメのハイネルの市川さんの声は私も高めの声ですけど、テイストという意味ではこのラインは狙えなくはないという思いを込めて、意外とファンの熱量でいけるじゃなくて、俺の中のボルトインをめちゃめちゃ計算してのボルトインだったね。キーボードでね、リターンをしたわけですよ。ボルトインっつったらインしたわけですよ。すごい。言ってみるもんですね。東映さんにインしたわけです。思いが届いた。よかった。ありがとうございます。いや本当になんて言うんでしょうね。もちろんプロセスチームの皆さんが主役の作品であるわけですけれども、それと同様にハイネル・ザルドスのもう一人の主役みたいな物語の中で重要な存在ですので、間違いなく吹き替えとしても演じがいのあるキャラクターだと思いましたので、本当に担当させていただいて妙利につきますね。幼稚園児の頃の僕は想像してなかった未来がここにありましたね。残念ながら私の親はよく分かってない感じだったんですが、でも確実に映画館に見に行ってくれるとは思っています。はい、たまには地球を守れと言われますけど、どちらかというと守らないタイプの、星や街を壊すタイプの役をやることが多いんですね。はい。しかもインするだけでなくザルドスに加えてザンボ汁も担当される。それに関してはですね、台本が来まして、台本の最初の方にいろいろキャスト表というかですね、書いてあるんですけど、めくってたらザンボ汁のところに僕の名前書いてあるんですよ。誤植だと思ったんです。そんなわけないでしょって。だから掛け合って会話してんだけど。でも一応もしかしたらと思ってちゃんと事前にチェックはして現場行って音響監督さんにこれこうなったんですけどこれ間違いじゃないんですか、とりあえずテストでやってみてくださいってなりまして、原作のアニメの方だともっと年齢間の先開きがあったりとかするのでそれならあれなんですけど、このレガシーの方では割と両方ともかっこいい俳優さんが演じられているのでどうしようって思ったんですが頑張った次第です。どうでしたか、皆さん。演じ分けの部分で、ちょっといろいろとテイストは変えようとは思ってはいて、やはりザルドスの方がまだ若いですし、いろいろと心の機微もブレるみたいなものも表現していけたらいいなというふうに思っておりますけども。それによってご自身でご自身を叱るっていうシーンそうですね、なかなかないことなので、もちろん同時には撮っていないので先にあれでも
この劇場版に関してはザ・ボジルを先にやってその後ザ・ロスをやったような気はしますけどね。同時にこうかけてちょっと食っていくところもあるんで、さすがにそれ同時に2方面で同時にはちょっと厳しいんで、さすがの諏訪部さんでも、その技術を。でもね、厳しいよね正直改めて、結構一緒に喋るシーンあるんで、ドラマシリーズね、ちょっと早く見ていただきたいですね。絶賛ギャラ2倍にしてもらうよく見るとこれずっと諏訪部さんしか喋ってないみたいな。このシーンねみたいなね。でもとてもやりがいがあります。ありがとうございます。楽しいです。さあ、そして劇場内お気づきの方ももしかしたらいらっしゃったかもしれません。実はですね、こちらにフィリピンからキャストの方々、そしてスタッフの方々が今お越しになっております。ご紹介をさせていただきます。まずはスティーブ・アームストロング役のミゲル・タン・フェリックスさんです。続いてマーク・ゴードン役ラドソン・フローレスさんです。そしてジェイミー・ロビンソン役のイザベル・オルテガさんです。そしてオスカー・ロビンソン役のガビー・エイゲンマンさんです。そしてプリンス・ザルドス役のマーティン・デル・ロザリオさんです。この愛情たっぷりで作ってくださったマーク・エレース V 監督、お待ちしております。それでは皆さんを代表して監督のステージの方にお越しください。まさかさあ、それではもう早速なんですが、監督から一言ご挨拶を今日ご覧いただいた方々にお願いいたします。There's no better honor for a director or a film director or a filmmaker than to see a full house of people watching his film. はい、もうこれ映像作家としてそして監督としてこうやってもう満席に埋まっている劇場をこう目にすること、こんなに光栄なことはありません。So thank you very much for that. They all did pay for their tickets, right? 皆さんチケットはお支払いいただいてますよ。And in behalf of GMA Network, in behalf of Telesuccess, and of course Toei, thank you very much to all of you watching tonight. And from the wonderful reviews on Twitter from the Japanese audience, our heart is so full. はい、ですのでこの場をお借りして、JMA ネットワークを代表して、またテレサクセス社、また東映さんを代表して、熱く御礼申し上げたいと、思います。皆さん、今回、いろいろご覧いただいて、ツイッターでもいろんなレビューが上がっているようですけれども、本当に胸がいっぱいでございます。And of course, to the wonderful voice actors, if you were my actors in the Philippines, you all get a bonus. はい、で、そして今回の吹き替え版を担当してくださっている声優の皆さん、本当にありがとうございます。フィリピンで、お仕事をしてくださるのであれば、ボーナスをお支払いを。And again, to all of you, the Philippines already love you. Thank you very much. これはね、皆さんに対して一言、本当にもうフィリピンの皆さんはもうね、フィリピンのみんなは本当に全員のことをすでに多分愛していると思います。そうですね、もう改めまして皆さんご来場いただきまして、そして見てくださって本当にありがとうございます。もう本当にフィリピンの制作陣の方々の愛の結晶と言っても過言ではない本当作品のクオリティになっていて、
僕自身は世代ではなかったんですけど、それこそ角倉さん言っていただいたように、僕もですね、これ東映さんが名前出していいって言ってたんで言いますけど、スパロボで通ってきていたりとか、あとはもう諸先輩方が本当にボルテス5好きだと。あとはもうボルテス5レガシーに出れて羨ましいという言葉たくさんいただいてますので、もう日本語吹き替え版、日本を本当代表してこの作品に携われること本当に嬉しく僕ら一度思っておりますので、ぜひ皆さんも周りの方々や皆さん自身ももう一度もう2回目、見ていただければなと思いますので、ぜひ引き続きボルテス5、ボルテス5レガシーを愛してくださると嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。せーの。